こんにちは、月島です。約3年半ぶりに新しい Google Pixel スマホを購入しましたので、開封して外観や内容物、使い心地などのレビューをしていきたいと思います。フラッグシップではないけれどコスパの良いミドルクラスの Pixel 10a は日本限定カラーも用意されており、気になっている方も多いと思いますので、購入前の参考にしていただければ嬉しいです。目次です。内容物の確認、購入したアクセサリー、Pixel 10a 各部の確認、動作の第一印象と AI 機能、カメラアプリ機能、主な仕様、最後にまとめです。内容物は Google Pixel 10a 本体、1メートルの USB-C ケーブル、SIM ピンと説明書類です。充電アダプターは入っていないので、手元に USB-C 対応の充電器がない方は別途用意しておく必要があります。今回購入したアクセサリーはガイド枠付きの液晶保護ガラスフィルムと Google 純正のシリコン素材ケースです。そして Pixel 10a を購入すると1万円分のストアポイントをもらえるキャンペーンが期間限定で行われていたため、そのポイントを利用して私は純正のケースを無料でゲットすることができました。この後すぐ Pixel 10a に液晶保護ガラスフィルムを貼り付けします。その様子やシリコンケースのレビューなどはそれぞれ別の動画で行いたいと思いますので、興味のある方はぜひそちらもご覧ください。今回私が購入したカラーはラベンダーです。日本限定色のカラーと迷ったのですが、限定色を選んだ場合は入手できるのが5月以降になるのと、ストレージ容量が 256GB のみになりますので、今回は定番カラーを選びました。Pixel 10a を手に持った第一印象ですが、サイズ感は手に馴染む感じでちょうど良いと思います。また、重さはこのサイズでイメージするよりも重い感じがします。それはパッケージを持った時も感じました。私は普段メインで iPhone 17 Pro を使用していますが、いつも重いなと感じています。その iPhone 17 Pro と約 20g しか違わないので、Pixel 10a もそれなりに重いです。ただ、あまりに軽すぎるとスマホ自体が安っぽく感じてしまうところもありますので、それなりに重さがあるのは良いことではないかと私は思います。そして Pixel 10a の背面は完全にフラットで、カメラ部分の出っ張りがないデザインになっています。こちらは今まで使用していた Pixel 6a です。Pixel 6a もわずかではありますが、カメラ部分に出っ張りがあります。Pixel 10a は Pixel 6a よりカメラの性能がアップしつつフラットなデザインになっているので素晴らしいと思います。最近のスマホはカメラレンズが飛び出ているのが当たり前になりつつありますので、フラットなデザインが逆に新鮮な感じがします。手に持ってみたり、机の上に置いてみてもカメラの段差が気にならないのはとても良いことだと思います。Pixel 10a の側面を見ていくと、右側に電源ボタンと音量ボタン、左側に SIM トレー、上部にはマイク、下部には USB-C ポートとスピーカー、マイクがあります。Pixel 10a の厚みは約 9mm です。意外にも iPhone 17 Pro よりも厚みがあります。そして背面はマットな感じの複合素材のガラスです。触っても指紋はほとんどつかず、ギラギラと反射する感じでもなく、とても落ち着いた印象で良いと思います。バンパー部分はサテン仕上げのアルミニウム製フレームです。安っぽさは全くなく、とても良い質感と高級感があると思います。初期設定を済ませてホーム画面を表示しています。Pixel 10a のディスプレイは有機 EL で発色は派手すぎず自然な感じだと思います。白い背景の設定画面などは青白くなりすぎることはなく、長時間見ていても目が疲れにくそうなトーンに感じます。いわゆる標準的な最近のスマホという印象です。画面のサイズは 6.3 インチです。片手で持って親指でなんとか上まで届くかどうかというくらいのサイズです。画面をゆっくり上下にスクロールしてみるとミドルレンジらしい動きではありますが、引っかかりが気になるような場面はほとんどないように感じます。画面上部にパンチホールタイプのインカメラがあります。アプリの立ち上がりはものすごく早いというほどではないものの、待たされてストレスを感じるということもなく、日常使いには全く問題ないという印象です。
重い 3D ゲームをプレイするのであればまた別の評価になると思いますが、 SNS やニュース、動画、ウェブブラウジングあたりが中心の使い方であれば性能的に足りないという場面はあまりなさそうです。また AI 周りの雰囲気も見てみます。ホーム画面から Google の AI アシスタントを立ち上げてみると、画像や音楽の作成、知識習得サポートなど一通り揃っている印象です。これらの機能がどれくらい日常の中で役に立つかは今後検証していきたいと思います。カメラアプリを起動してみます。起動時間は短くて、シャッターボタンを押した時の反応も軽快です。背面カメラは広角約4800万画素 F1.7、超広角約1300万画素 F2.2 の二眼構成です。そしてワンタッチで選択できるズームは 0.5 倍と1倍と2倍です。そして2倍のところを長押しすると最大8倍までズームすることができます。これは光学ではなく AI を含むデジタル補正になります。Pixel 10a のカメラセンサーは物理的なスペックとしては同じ価格帯のミドルレンジスマホと比べるとやや控えめです。ただカメラアプリのソフトウェアによる補正技術が優秀なため良い写真が撮れるようです。またインカメラは1300万画素の超解像ズーム対応です。カメラ撮影の基本モードは写真、ポートレート、AR アプリを使用した一緒に写るというモード、長時間露光、夜景モード、パノラマです。また Pixel 10シリーズの共通の機能としてオートベストテイク、カメラコーチというものがあります。オートベストテイクは複数枚の集合写真から全員の表情が良いカットを合成してくれる機能です。目つぶりや半目をかなり救ってくれます。カメラコーチは AI を使ってカメラアプリ上で構図や画角などのアドバイスを出してくれる機能です。被写体に対してこう撮るともっと良くなるよとリアルタイムでガイドしてくれます。ただしまだプロトタイプであるという説明もありました。ここで野外も含めて写真を何枚か撮影してきましたので見ていきたいと思います。撮った写真を確認してみると明るさやコントラストのつき方も良く印象はかなり良いです。カメラアプリの良いと思う点と気になる点です。良いと思う点、明るい場所の写真はかなり綺麗だと感じました。夜景もセンサーサイズの割に検討していて十分なレベルだと思います。オートベストテイクやカメラコーチなど撮影を助ける AI 機能が実用的です。気になる点、望遠専用レンズがないため2から5倍以上のズームはちょっと厳しい感じがします。カメラに特化したハイエンドスマホと比べてしまうとさすがに劣る感じがします。ディスプレイは 6.3 インチです。高度も前のモデルから向上しています。またディスプレイのカバーガラスがアップデートしてより頑丈なものが装備されています。プロセッサは Google Tensor G4 でストレージは 128GB か 256GB を選ぶことができます。メモリーは 8GB です。サイズは高さ 153.9mm、幅 73mm、厚さ 9mm で重さは 183g です。バッテリー容量は 2100mAh で30時間以上の駆動が可能です。ワイヤレス充電に対応しています。そして充電速度も以前のモデルよりアップしていて、有線の場合は最大 30W、ワイヤレスでは 10W になっています。そしてデュアル SIM 対応で物理 SIM も使えます。また OS などのセキュリティは7年間提供されるそうです。そして AirDrop に対応していて iPhone とのやり取りが可能になっているようです。以上が主な仕様です。今回は Google Pixel 10a を開封して外観や質感、そして軽い動作とカメラの第一印象などをレビューしました。現時点で Pixel 10a に私が感じていることをまとめました。デザイン面はフラットな背面で扱いやすいデザイン。8万円台のミドルクラススマホですが、アルミニウムなどが使用されていて本体の質感が高いと感じました。性能面では最新のチップではないものの日常使いなら動作も十分でスムーズに感じられること。AI はこれからの使い込み次第で評価が大きく変わりそうな感じがしました。カメラは明るい場所の写真や夜景も含めてこの価格帯でここまで撮れるならだいぶ良いと感じました。以上のあたりが特に印象に残りました。
Google ならではの AI を利用した検索機能や提案、カメラコーチといった機能をどこまで日常で活かせるかも Pixel 10a の面白いところだと私は思いました。それでは最後までご視聴ありがとうございました。